皆さんこんにちは。ここは湘南です。この動画ではこれから江ノ島に行きます。江ノ島は目の前に見えている島です。あのタワーにも登ります。途中でスラムダンクで有名な踏切も通ります。ぜひ最後まで見てください。目の前に薄く富士山が見えています。わかりますか？江ノ島にはあの橋を渡っていきます。では出発です。まず最初にお昼を食べに行きます。サーフボードを持った人がいます。この海はサーフィンをする人にとても人気があります。お昼はここで食べます。シチリアーナというレストランです。こんにちは。3人なんですけど、空いてますか？はい。はい。明るくて素敵なお店です。じゃあ注文を。はい。まずランチコース3つと、それとランチの方がお肉をさっそうだった。いただきます。どっちがお肉がいいですよ。私もお肉だな。じゃあ、魚。はい。肉が2つで、はい。魚を一つ。はい。そして、ナポリ、月の塔と、本日の鮮魚のマリネと、はい。あと、ナポリサラミのピザ。ピザ。はい。で、飲み物でスパークリンググラス2つお願いします。はい、ありがとうございます。以上。はい、ありがとうございます。スパークリングワインが来ました。おお、なんかリンゴみたい。美味しいね。うん。爽やか。前菜も来ました。これは青のりのパスタです。メインのお肉とフォカッチャです。最後のデザート。これがまた最高でした。何もかもが美味しかったです。そして窓の外には海。私が毎日見ている景色とは全く違いました。ごちそうさまでした。美味しかったです。失礼します。お店を出れば海。感動する風景です。今度は電車に乗って江ノ島に行きます。まずは駅に向かいます。川の底の模様が面白いですね。この川は海に流れています。江ノ電七里ヶ浜駅と書いてあります。これが改札です。電車が来ました。降りる方が終わりましたら、各順に車内奥へとお入りください。結構降りる人が多かったです。反対の電車が行き違いのため停車いたします。しばらくお待ちください。反対の電車とここですれ違うために止まりますということでした。ここは線路が2本になっていますが、ほとんどの場所では線路が1本でした。反対方向の電車とすれ違っています。すれ違い終わって出発します。
江ノ島駅に着きました。改札を出ます。改札を出てすぐお店がありました。この江ノ電キーホルダー、かわいいですね。江ノ電のプラレール。子供が小さかったら絶対買っていたと思います。お店の外に出たら人でいっぱいでした。この人の流れについていけば江ノ島に行けるようです。ショッピングストリートが終わったところには道路の下を通るトンネルがありました。ここを通って上に出てまっすぐ行くと江ノ島です。この橋の下は浜です。犬の散歩をしている人もいました。結構激しい波でした。この日、制服の子をたくさん見かけました。最近、観光地を制服で歩くのが流行っているようです。制服のレンタルのお店もあります。ここに鳥居があります。ここから参道がスタートします。参道というのは神社などへお参りする道です。人が本当にたくさんいて進むのが大変でした。天気のいい土日だったので混んでいたんだと思います。湘南デニムソフト。青いソフトクリームですね。どんな味なんでしょうか。こっちに細い道があったので行ってみることにしました。海への道でした。さて、戻ります。あまりに暑くて途中で水を買いました。またとっても混んでいる参道に戻ってきました。人がたくさん並んでいるお店がありました。ここはタコせんべいのお店です。さっきの行列はお店の中まで続いていました。大きな赤い鳥居をくぐります。江ノ島は階段がとても多いです。足腰がしっかりしていないと大変かもしれません。まだまだ階段が続きます。やっと神社に着きました。が、すごい列です。おみくじを引くことにしました。お金を入れて好きなのを選びます。私はこの白いハンサムな顔の竜にします。この中におみくじが入っています。紐を引っ張って出します。私のおみくじは吉でした。吉というのは大吉の次にいいものです。控えめにすると良いと書いてありました。控えめというのはあまり自分を前に出していかないことです。ちょっと遠慮するということです。ただ大吉が出るといいなと思って別のおみくじを引いてみることにしました。こちらは100円です。
金を入れておみくじを引きます。また吉でした。お正月に引いたのも吉だったので、今年は吉なのかもしれません。おみくじで今日など悪いものが出たときは神社に置いて帰ります。こういう場所に結びます。息子は結んで帰ることにしました。なんと切れてしまいました。もう一度挑戦します。が、また切れてしまいました。なので私が代わりに縛ってあげました。また別のおみくじがありました。いろいろなおみくじがあって楽しいです。サルタヒコ。サルタヒコ。サルタヒココーヒー。あれサルタヒコってあれに出てくるじゃん。火の鳥にサルタヒコって。そうかそうか、出てきたな。後で調べたら、サルタヒコは日本の神話に出てくる神様でした。偉い神様の道案内をした神様ということで、道の神様や旅人の神様とされているそうです。手塚治虫の火の鳥にはサルタヒコが出てきます。火の鳥は大変面白い漫画です。古代から未来、そして地球と宇宙、さまざまな場所でストーリーが語られます。そのすべてにサルタヒコやサルタヒコの生まれ変わりが出てきます。つまり、サルタヒコがすべてのストーリーをつなぐ道案内をしていると言えます。手塚治虫は漫画の神様と言われています。その手塚治虫のライフワークと言える作品が火の鳥です。機会があったらぜひ読んでみてください。ここには江ノ島をテーマにした浮世絵が並んでいます。これは有名な葛飾北斎の一枚です。富嶽36景というシリーズの一枚です。これが富士山。これが江ノ島です。富嶽36景は富士山をさまざまな場所から描いた絵のシリーズです。江ノ島は江戸時代から人気の観光地だったそうです。最後の階段を上り、やっと最後の場所に着きました。入り口と書いてあるところから入ります。この時お金はかかりませんでした。上に見えるのはシーキャンドルという展望台です。チケットを買います。ただいま発見中です。あ、そうか。上に上がるエレベーターに行きます。はい。はい。QR コードをタッチします。エレベーターがだんだん上がっていきます。上がっていく間にお知らせがあります。I have a subscription course where you can learn Japanese pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. I truly believe this knowledge will transform the way you speak and help you sound the way Japanese is meant to sound. Every month, I also host a pronunciation challenge. Join the course and you can take part in these challenges and get direct video feedback from me personally.
I see real improvement in the people who participate. If you're serious about improving your pronunciation, check out the course. The link is in the description. はい、着きました。階段でさらに上に行きます。太陽の色がとても綺麗でした。あの橋はさっき通ってきた橋です。残念ながらこの時富士山は見えませんでした。とても疲れたので何か飲むことにしました。お待たせしました。お伺いします。テイクアウトのアイスコーヒーと、抹茶ラテ、抹茶ラテアイスのことございます。アイスでお願いします。アイスでかしこまります。あとはコーラください。コーラ、はい、以上です。はい、ペイペイで。はい、合計3点で1900円です。こちらのじゃあ、はい。レシート出ますか？レシート入ってます。はい。1900円。はい。ではお願いします。はい。はい、ありがとうございます。こちらレシートです。ありがとうございます。こちらお待ちください。はい。この抹茶ラテ、とっても美味しかったです。すいません、ゴミいいですか？すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴミ箱がなかったので、お店の人にゴミを捨ててもらいました。帰り道に橋から見た太陽がとても綺麗でした。太陽を見ている間にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ティマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、デード・ドリームスさん、ヨーク・ユバックスさん、アイリーン・チェンさん、キズナスキーさん、GUNT さん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パクセヨムさん、コウさん、ジョージオンさん、ゴースーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤガーピル42さん、コーダ XYL さん、ジャン・ミセル・バデルさん、チャン・マクさん、ゲルド・タイズさん、キャメロン・ラッセルさん、酒井ルカーさん、シュレアス・シンさん、アータさん、ワン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、カオリ・ヒョッチさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、カシャさん、チョトギョンさん、各局名さん、フェルチさん、イスルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブイエンさん、宇津木美杉さん、バルトーミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シープ・デビル・ネマさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、ゾモ・フォックスさん、シャヒラ・バヌさん、クシェミス・ワッフ・ニュースベスキさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボスさん、コンスーヘンさん、ワルター・エルデケンスさん、ジェシーさん、タリビュートさん、セシルさん、デイビッド・デイピーさん、ラクロイさん、インシク・ベイクさん、ネスタナーさん、ルシウス・チェーンバームさん、ファン・ザンミーさん、ノーマ・キャリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキギツネさん、ハロ・クレマーさん、パンダロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、リン・ヤーチェンさん、プロテキストさん、アーニーさん、ムーフィーさん、ダニー・ロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、シブイガールさん、ネルソン・ベントさん、ペプルスさん、KHS5068 さん、ハジマンさん、ヌリ0619さん、スコット・ムーディさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、マーク・ファルケンベルクさん、EHJ さん、ムーンズさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、マーレルさん、ラオ・ルイダーさん、エバレット・マクダフィーさん、ソー・コールドさん、ダイアン・ランキンさん、フライ・フライ・ミーナさん、バルッカ・ソティラスさん、ラララさん、ジュース・ホリックさん、サベラ・ジョンソンさん、ジェイク・ドハティさん、ディランさん、ユン・ジョンフンさん、キム・ジョンウォンさん、クシネル・JP さん、フルジェ・チェティンジャルさん、ビエナ・ブロブレフスカさん、おはようさん、オフィーリア・チャンさん、ウマペソワ・クアルケルさん、ジョン・ワレックさん、ロベル・スアレスさん、アラム・ギルホさん、宮城・ムハンマドさん、バイシャリ・アリアさん、スナーン・シュウさん、ドーム・エムさん、トレイシー・ロットンさん、カレン・プライスさん、アウン・ゾーミンさん、トーフェ・アーキテクチャさん、エー・カサさん、ゴダヒさん、キング・バーサロナさん、ウェスパシアンさん、BC ユンさん、セドリックさん、バナナキッズ TV さん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。感謝の気持ちでいっぱいです。それからワルター・エルデケンさん、WH さん、ブルースさん、スーパーサンクスをありがとうございました。いつも応援してくださって本当に感謝しております。鳩が太陽の光を浴びていました。では江ノ島駅から江ノ電に乗ります。運転席が見えました。
今鎌倉高校前の駅を出ました。この後すぐにスラムダンクで有名な踏切を通ります。たくさんの人がカメラを構えています。見てください。あの人たちはこの電車を撮っていました。帰り道、トンビとカラスが餌の取り合いをしていました。とても迫力がありました。夕日が沈むとき、富士山が見えました。とても綺麗でした。では今日はここまでです。皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。またね。